スリープフリークス講師の大鶴です。今回はネイティブインストゥルメンツのセッションホーンズ第2回ということで、前回の内容を踏まえまして今回は実際の打ち込みのテクニックについて解説をしていきたいと思います。で、サンプルをご用意してるんですけれども、まずセッションホーンズ自体のセッティングですね。こちらは前回のおすすめのセッティングで、まずセクションがフルセクション、それからベロシティスイッチがフォルテピアノクレッシェンド、ボイシングアシスタントはスマートボイススプリットでドロップセカンドという設定にしてあります。それからサウンドはスタンダードセクション3ですね。あとコントロール、こちらはピッチホイールをドイトとホールをリリース時に行うという設定にしております。この辺の詳細については第1回目の動画をご参照いただければと思います。はい、それではご用意したサンプル、これは完全にベタ打ちの状態ですけれども、これをこれからブラッシュアップするということで、ビフォーの状態ということで聞いてみましょう。はい、という感じで、なんとも味気ない本ですけれども、これを一つ一つ手を加えて、これから生き生きとさせてみましょう。はい、まずこちらの短い音ですね。これスタックアウト表現していきたいところなんですけれども、シングルアーティキュレーションで別にミディを立ち上げてっていう方法もありますが、今回はベロシティスイッチのフォルテピアノクレッシェンドを活用するということで、ベロシティ上げちゃう。これで歯切れの良さをまず出してみましょう。こんな感じですね。ベロシティスイッチを使うと、このフォルテの音量がとっても大きいと。で、他の奏法との音量バランスというのはなかなか取りにくいというところが出てくるんですけれども、その場合はですね、このセッションホーンズの設定でダイナミックコントロールのタブの中ですね、ダイナミックコントロールというのがありますので、ベロシティでのダイナミックコントロールやめて、エクスプレッション、これ使っていきましょう。はい、ベロシティスイッチでは奏法を切り替える。で、エクスプレッション CC の11番ですね。こちらで強さをコントロールするというふうに使い分けていけば解決することができます。実際にやってみましょう。このコントローラーレーンでエクスプレッション CC11 のエクスプレッションを選択をします。で、今何も入ってない状態なので、基準となる値をまず入れていきましょう。このくらいにしておきましょうか。はい、これで聞いてみましょう。という感じで音量差はとりあえず少なくなりましたよね。あとは他の音とのバランスでこの中で書き込むことによって強弱を表現していくということになります。で、次のこの伸ばす音、これなんかはまさしくフォルテピアノクレッシェンドを使ってあげるといいでしょう。ベロシティを上げて聞いてみましょう。はい、緊張感出てきましたね。で、次の上がってスタックアウトのところはちょっとエクスプレッションで強弱つけるぐらいにしときましょうか。こんな感じですかね。聞いてみましょう。このぐらいでいいかなと思います。それから次の駆け上がっていくところですけれども、ここはいろいろ組み合わせていきたいと思います。まずこの最後の伸ばす音ですね。ここはフォルテピアノクレッシェンドを使って歯切れ良い感じの強さを出しましょう。かつですね、ピッチベンドを使ってフォールを表現してみましょう。はい、ピッチベンドに切り替えてオンリリースですので、音が離れる時にピッチベンドを入れておく必要があります。ここですね。入れていきましょう。で、下げる方に振っておいて、ここは戻しておきましょう。これ前にも一応0入れておきましょう。正確に合わないときは情報レーンを使います。はい、これで聞いてみましょう。はい、こんな感じでフォール表現できましたね。で、フォールはピッチベンドの設定によって2種類速さを選ぶことができます。今の設定だと遅いフォールになってるんですけれども、これを一番下まで下げるとどうなるか。はい、速いフォールになります。マックスの時だけ速いフォール、途中のところで止めておくとゆっくりのフォールになると、この2種類が選べるということを覚えておいてください。あとこのような駆け上がりは少し走る感じ出してあげると雰囲気が出ますので、この後ろ3つを前に倒してみましょう。このぐらいですかね。ただここで1点注意があって、このセッションホーンズのスマートボイススプリットを今使ってるんですが、音が重なってしまうとそのスプリットの判定がちょっと曖昧になってしまうということで、重ならないようにケアをしてあげます。MIDI の機能からオーバーラップを解消ポリ、こちら使っていくといいでしょうね。合わせてエクスプレッションで強弱もつけておきましょう。はい、スナップ切ってある程度アバウトでもいいと思います。間の音をこう
弱くするような感じですかね。はい、で戻す。はい、こんな感じで聞いてみましょうか。はい、ぐっと駆け上がりの雰囲気出てきたと思います。ここでフォールの説明しましたので、せっかくなので上に上がるド糸についても使ってみましょう。で場所は今回は一番最初ですね。カウント入ってフィルのところにド糸使ってみたいと思います。この4拍目ですね。ちなみにこれ普通に今トライアウトで打ち込んでますけれども、ドロップセカンドの設定にしてますので、テナーサックスの領域、つまりこの中ではソの音がオクターブ下がってるということを思い出してくださいね。はい、ではこれにピッチベンドでド糸を入れていきましょう。上ですね。で戻しておきます。はい、じゃあこれで聞いてみましょう。でリリースなので、このどのくらい伸ばしてド糸するかってタイミングをこの長さで調整をしてあげるといいでしょうね。少し短くしてみましょうか。であとそうですね、ちょっと歯切れ良い感じにしたいのでベロシティを上げてフォルテピアノクレッシェンドにします。で少し強いかもしれませんのでエクスプレッションですね、これも少し弱めで入れておきましょうか。はい、これで聞いてみましょう。はい、いい感じなんじゃないでしょうか。あとちなみにド糸には速さの調整はありません。ピッチベントこれどこの地点に置いといても同じスピードしかありませんので、この点は注意してください。フォールだけですね、調整できるのは。で最後のところはもう大胆にエクスプレッションでクレッシェンドつけてあげるといいでしょう。はい、こんな感じでグーンといってみましょうか。聞いてみましょう。これはもう思い切ってスタッカートのところも全部フォルテピアノクレッシェンドの最初の歯切れの良さの部分、これ使ってあげるといいでしょうね。最後ちょっと強いかな。はい、このようにいろんな表現の幅がありますので、聞きながら微調整をしていくといいと思います。はい、それでは最後に若干微調整して完成したトラックを聴いていただきましょう。はい、このように最初のベタ打ちの状態とは比べ物にならないくらい生き生きしたホーンになったかと思います。ぜひ参考にしていただいて、セッションホーンズを使った制作にご活用いただければ幸いです。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。